それではまず、お二人に、木質研究会を、開いたきっかけであったり、研究会の、目的についてお伺いしたいと思います。まず、井上さんから。はい。確か、最初は2006年頃だったと思うんですけれども、古谷先生と一緒に、静岡で一個、やってた実施物件がちょっとポシャりまして、で、その結果、そこでやってたいろんなその木造のアイデアですね。そういったものを、このまま終わらせるのももったいないなっていうところと、もう一つはちょうど私その前年の2005年に東大に着任して、でうちの研究室は木質材料学研究室で、材料と構造のもっぱら研究ばっかりやってるっていう研究室だったんですけれど、やっぱりうちの学生にもですね、やっぱりその建築家と一緒になってその木造でどういう空間作れるかとか、そういうことを一緒にコラボレーションしながら設計を進めていくような、そういう体験をやっぱりうちの学生にもさせたいなっていう、そういう思いがあってですね、それで古谷先生の方に、木質研究会っていう形で一緒に合同ゼミみたいな形でやりませんかというふうに声かけたのが確かきっかけだったと思います。はい、今のそのポシャったプロジェクトっていうのは静岡県でいうと西部の方に天竜杉っていう、いい材料があって、その天竜杉を生かして、しかし伝統的なものを作るんじゃなくて、それでとびきり新しいものを作ろうっていう、そういう計画だったんですね。でかなり実施設計も佳境にいろうというぐらいのところでポシャっちゃったんですけど、ただやっぱりその、僕にとってはその土地その土地にある地場産の材料を使うということと、でしかしそれだからといってそれをただただ伝統的な方法とかではなくて、それの持ってる可能性をその全く新しいデザインに生かす方法はないかという、そういうこの2つのことが大きなテーマになるなと思ってそのプロジェクトやってたんですけど、それをいろんな意味で継続したいっていう気持ちがありました。でその上で稲野先生から最初にお声をかけていただいた時は普通の流通材、大工さんが地場の大工さんが扱えるような中小の断面の基本製材で、それで小学校を作れないかというテーマをいただいたんですね。でこれは今の僕が思ってたその地場産材を使うっていうことと、それを普通の方法とはもうちょっと一味違う使い道とか、それからもしかしたら広報とかディテールを開発するっていう一つの可能性がそこにもあるなというふうに感じて、しかもそれはやっぱりそれまでどうしてもこの木造で小学校を作るっていうと、じゃあ大断面の集成材でいくのかとか、なんかそういう大掛かりになりすぎちゃって、結果それがコスト高につながってネガティブに扱われることもあった。それをなんか突破できる見込みもあるなということで、なんか一問二もなくそれぜひやらせていただきたいということで共同研究ゼミみたいなものを立ち上げたっていうのがいきさつだったと思います。では続いて、お二人に、この研究会で取り組んできた、取り組みの中で印象に残っているのをお伺いしたいと思います。まず古谷さん、お願いします。印象に残ってるのいっぱいあるんですけど、その小学校をやる時にも、小学校のプロトタイプ、単純に今までの木造校舎という感じではなくて、いろいろやっていこうっていう中に、例えば放射状に広がっていくタイプとか、あるいはそれがごちゃごちゃごちゃっと集積回路のようになってるタイプとか、いろんな方法を考えたんです。で木造である程度の規模のものを作ろうとすると、どうしても耐火上の問題が出てくるので、その耐火的には分棟の形式を取りつつ、一体として働く、小学校ということで、この最初の小学校への取り組みはもちろんすごく印象に残っているものの一つです。それからそれがだんだん進んでいった時に、今度は私は当時古民家とかそういう既存の木造のものを、現代の用途にリニューアルするっていうものがちょうど出始めてきたので、もう今後その、耐震性能を満たしてないその古民家をなんとか耐震性能を満たすようにしながら新しい
機能に使い直すっていう、そういう、需要っていうか、それがきっと起こってくるので、それも合わせて研究しませんかって、これは私の方からお願いして、結果それが我々の研究の成果としては、宿毛市の林邸、130年の民家を改修して作った林邸なんかに実を結ぶんですけど、これもやっぱり大きく印象に残ったものだと思います。はい、今最初の学校校舎のその木造化の話はやっぱりそれも若干実施設計として河北小学校に実現したっていう。でそのちょうど次のプロジェクトがちょうど山崎先生が加わってルナホールですね、劇場の木質化っていうような話が出てきて、でそれもしばらくその学校の木造化と同じぐらいの期間、その後研究が続いたんですけれども、それはどっちかというと具体的な実プロジェクトになかなかつながった形ではないんですが、やっぱどうしても劇場っていうと膨大化の面が難しくてですね、で結局はそのSRC の躯体の中に鞘堂のような形でそれもただ鞘堂とは言っても中の空間は木造で独立しているような空間ですね。そういったものをいろんな形式で作るっていうのを、それをもう本当に早稲田と東大の学生が一緒になっていろんな構造形式のものを提案した。でそれ非常にいいアイデアいっぱい出たんでですね、これいつかどこで何かやりたいなって思って考えてたっていう、そういう、今回の木質研究会って大体そういう後々プロポーザルに使えそうなアイデアっていうのがここからたくさん生まれたっていう、でその中の一つとしてもオリンピックのちょうど前にビレッジプラザですね、それを木造で作るっていう、そんな話が持ち上がって、でそのビレッジプラザを早稲田と東大の、木質研究会で一緒にビレッジプラザをどう木造で作るかっていう。でその時には CLT を使ったりとか、やっぱり各県の木材をどう使うかっていうような、そういった内容を取り入れた形でやって、それもプロポーザルとして最後まとめて、残念ながら最後に2位になって日建設計に負けましたけれども、というやっては最後にプロポーザルにまとめて出すっていうような、そういうプロジェクトをずっと一緒にやってきたっていうところが、それやはりどれも負けたやつこそ余計に印象に残ってるというところもあるですね。はい、ビレッジプラザはそうですよね。僕も印象深いと思うんですけど、まずあれを木造でやりましょうっていうまずデモンストレーションをしたんですよね。そうですね。でそれは成功したんですよ。で木造でやろうっていうことは採用されて、そしてプロポーザルが実施されて応募したら落ちちゃったってんで、僕らが最初にデモンストレーションしてなければ木造でのプロポもなかったんだけど、そういう意味では実現に貢献してるんで余計悔しいですよ。じゃあ最後に、お二人に木造建築の、今後のあるべき姿であったり今後の方針についてお伺いしたいと思います。こちら稲山さんからはい。先ほどからもちょっと繰り返しになりますけど、この木質研究会みたいにやっぱり衣装とそれから構造が一緒になってアイデアを出しながら、やはり木って非常に構造材であり仕上げ材でもあってですね、でなおかつ非常にその地域の木をそのまま使って作るっていうような、そういういろんな文化的な役割も果たすというところで非常にその中からより単純伝統なものじゃない新しいその木造の在り方っていうものをそれを一緒になって考えていくっていうところが、こういう会が私はこれ別に大学東大と早稲田っていうような大学間だけじゃなくて、
実際の実施設計の場だったり、いろんなところでこういうことが行われることによって、これからの新しい木造の世界が開かれるんじゃないかなと思ってますんで、これで一応木質研究会古谷先生が早稲田から退職されたのと、私も去年東大退職して、これで終わりっていう形じゃなくて、できれば学生の皆さんこのまま続けて同じように学生同士で東大の研究室と仲良くしてやって一緒にプロポーザル出したりしてもらえると嬉しいなというふうに思ったりしています。やっぱり何よりもありがたかったのは稲山先生からこういうのやってみませんかってお誘いいただいたのがありがたかったんだけど、これ全く手弁当の共同研究で別にどっかの研究を採択されたわけでも何でもないんだけど、ごく自然にこういう研究する価値があると思うから一緒にやりませんかって誘っていただいたのがやっぱり嬉しかったんですよね。でそう言われたらこちらもぜひっていうことで始まってるんですが、これ結構重要なことは世の中で今後大切なテーマになっていくだろうということをそれよりもちょっと早くそれに取り組んでるっていうところがキーポイントで、これからこういう需要があったりこれが問題になったりこれをやっとくと活かせるだろうっていうものを予見してそれに取り組む時ってなかなか最初から研究資金とかなんかがついたりしないんだけど、それをこういう自らが手弁当でやってる研究会だからこそできる自由さがあって、でなんかある種のまとまった成果を期日までに上げなければならないっていう束縛もないからのびのびとこれができるっていうところが大切なこの研究会の大切な一種のカラーでありまして、これは今後も大切にしてもらいたいなと思うんですね。で今今山先生がおっしゃっていただいた通りで、別に僕たち2人とももう退職しますが、それでもだから終わりっていうわけでもなくて学生諸君が主体となって継続することもできるし、交流ですからね、一種のその交流は今後も継続してもらって、そこからまた次なる芽が必ず出てくるんじゃないか。でその時にやっぱり大事なのは今までやったものの成果は大切なんですけど、それだけに何か寄りかかってるとあんまりこの新しいアイデアとかそういうものにつながらないので、これまで取り組んだことがないようなテーマがあるんじゃないか。で木造木質化することの意義そのものは今では社会もある程度理解があるし受け入れられてる方向性だと思うんで、そこに問題ないんですけど、それをいかに実現するかっていうところにはまだまだ数多くの、それは法規的な問題コスト的な問題あるいはそれを作ってくれるようななんていうのかね、施工者の問題技術の問題いろいろ取り組まなくてはならない分野がいっぱいあるので、その辺も含めてちょっと予見的に世の中に一歩先駆けて何か始めるっていうことをやってもらえるといいかなっていうふうに思いますね。